2023年製新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー37。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。陽気が春らしくなってきたので今日はちょっと外に出てみました。遠くの山々も雪解けが進んでいて青く煙るように見えてきています。さて今回は納車後即設定変更するべき項目を一挙に説明した動画です。たくさんある設定項目を自分に合った設定にすればドライブはもっと快適になります。メーカーの設定は標準レベルなので必ずしも自分に合っているわけではありません。そしてとても残念なことに便利な機能が最初はオフになっていることもあるのです。それはもったいない話ですね。本動画で設定の意味と変更の必要性を理解していただき、次回では引き続きオプション装備を説明しています。設定変更はナンバー15動画でも取り上げていますので合わせてご視聴ください。それでは引き続き動画をどうぞご視聴ください。設定変更の手順。設定変更をするためにはハンドル右側のインフォメーションスイッチ I を押して車両設定を出します。次にすぐ下のトリップボタンを押して設定に入ります。あとはインフォメーションスイッチとトリップボタンを交互に使って各々の設定変更を行います。カスタマイズの大項目は8つです。時計設定、運転支援システム設定、メーター設定、ホンダスマートキーシステム設定、ドア設定。残り2項目はあまりカスタマイズ性のないメンテナンスリセットと初期化設定です。これからその2項目を除いた6項目の標準値とおすすめポイントを説明します。納入時オンの設定とオフの設定。丸がディフォルトでオン、四角がディフォルトでオフです。時計設定。まず最初に時計設定です。時刻は自動で設定されますが表示は標準で12時間表示です。24時間表示が良い方はこの時計設定から変更します。最初説明したようにインフォメーションスイッチとトリップボタンで設定変更します。運転支援システム設定。ここでは表のように6項目の変更ができます。順に CMBS 警報距離から進めます。CMBS は安全走行上非常に重要なシステムです。システム作動詳細はこのように213ページに載っていますが警報距離設定は標準になっています。作動は速い方が良いので私は遠目に設定しています。認識しておかなければならないのはこの記載です。機械は万能ではないということです。具体的な記載は217ページにありますがレーダーの位置に着雪があったり大雨等では作動しません。その際はもちろん正常に戻るまで不動作の旨の警報が出ます。着雪なら安全な場所に停車して除去すれば解除になります。次に ACC 先行車検知音はディフォルトでなしになっています。ありに変更できますが先行車を検知するたびに明導することになるので私は標準なしとしています。先行車発信お知らせ機能もディフォルトで標準になっています。ナンバー29動画でも紹介していてオフにもできますが私は早めにしています。路外逸脱制御システム設定もディフォルトで標準になっています。
ソーダアシストなしや警報のみも選べますが、せっかく自動回避してくれるので私は早めに設定しています。レーンキープアシストシステム制御解除警報音はデフォルトでオフになっています。システムが解除になると教えてくれるわけですが、初めての方はオンに変更した方が良いかもしれません。数日で慣れるので、その段階で再度判断するのも一つの方法です。現段階で標識認識機能は全ての標識を認識するわけではなく、表示はわずか4種類です。アシスト機能なのでオフもできますが、そのままでも良いでしょう。おそらく将来このシステムは自動運転につながるのでしょう。メーター設定。外気温表示補正はデフォルトでプラスマイナス0度に設定されていて、プラスマイナス3度まで補正が可能です。私は特に補正はしていません。トリップ AB 自動リセットタイミングはデフォルトで手動のみになっています。この設定はリセットタイミングを次の手順でイグニッションオフ時間、満タン給油時に変更できます。私はこの設定に気づかず、トリップメーターのリセットを手動でしていました。気づいた時点で満タン給油時に即変更しました。これで毎回リセットする必要がなくなり、給油口を開けた時点で自動ゼロリセットになりました。設定はこのページに沿ってトリップ A、トリップ B 個別でする必要があります。車両設定への入り方は前述の通り各設定とも同じです。これら5項目はデフォルトのままで良いと思いますが、お好みで変更しても良いでしょう。ホンダスマートキーシステム設定。この2項目はデフォルトで良いでしょう。後で変更も可能なので、しばらく使ってみて判断すれば良いでしょう。ライティング設定。この3項目もデフォルトで良いでしょう。同じく後で変更可能です。ドア設定。次に降車時オートドアロックですが、デフォルトでオフになっています。なぜオフかは分かりませんが、私は便利だと思うので作動に変更しています。次の4項目もデフォルトのままで良いでしょう。メンテナンスリセットと初期化設定。最後の2項目は必要な時以外触らないでおきましょう。設定項目は以上です。オートハイビームオフ。オートハイビームは便利な機能ですが、市街地走行が多い時など停止しておきたい場合があります。そのような時はこの手順に従ってオフにしましょう。オフにするときはこの手順です。再度オンに戻すときはこの手順に従います。パーキングブレーキ自動作動機能。このように降車時自動でパーキングブレーキをかけたいときは次の手順に従います。この手順に従います。自動作動を一時的にオフにするときはこの手順です。ヘッドライトレベリングダイヤル位置の説明。最後にヘッドライトレベリングダイヤルの説明をします。ハンドルの下右膝レベルにヘッドライトの光軸調整ダイヤルがあります。乗車する人数や積載量によって変わる光軸を変更できます。ここで一旦区切らせていただいて、動画は次回作ナンバー38に続きます。今回も最後まで動画をご視聴いただき
ありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。